卒業式で幼馴染の女の子が大勢の前で僕に愛を告げてきた。観客席からは歓声と口笛が湧き起こった。ただ一人、完全に戸惑っていたのは僕だった。でも僕にはもう彼女がいる。行動全体が水を打ったように静まり返る。ソフィーの目にはすぐに涙が浮かんだ。イーサン彼女は声を震わせながら詰まるように言った。何年も前から私のことが好きなんじゃなかったの？ 1、舞台裏の巨大スクリーンには僕とソフィーの写真スライドショーが映し出されていた。おむつ姿から寮生活まで二人の人生の軌跡。ソフィー単独の写真、僕だけの写真もあるが、ほとんどは二人一緒に写ったものだった。バックグラウンドミュージックはオアシスのワンダーウォール。入念に計画したのが伝わってくる。彼女は卒業生総代として舞台に立ち、式の主役だった。普通のスピーチの途中でこれに変わったのだ。公の場での愛の告白だった。数千の視線にさらされ、沈黙は耳をつんざくようだった。ルームメイトのマークが肘で僕の肋骨を強くこづいた。おい、お前、ずっとソフィーにベタ惚れじゃなかったのか？彼はひそひそ声で言った。今がチャンスだぞ。意地を張って台無しにするなよ。彼の言葉は余計に僕を混乱させた。確かに、昔はソフィーに猛烈に片思いをしていた。でも、彼女はいつも僕のことを嫌がっていなかったか？哀れで根性なしの子犬みたいに、ついて回るのやめてくれと言われたはずだ。地球上の他の男が全員死のうが、絶対に君なんか選ばない、とも。だから、僕はとっくに彼女への思いを諦めていた。2、僕の母とソフィーの母、ペニーおばさんは大の親友だ。子供の頃、ペニーおばさんから繰り返し聞かされたのは、僕をソフィーの将来の夫候補として確保しているということだった。幼くて世辞に疎かった頃は、にやりと笑って同意し、ソフィーちゃんとの間にたくさん子供を作るとまで約束したものだ。大きくなるにつれ、ただ首の後ろをかきながら赤面し、耳が熱くなるだけだった。僕たちは常に一緒で、お揃いのような存在だった。ソフィーも公に二人の関係に関する周りの憶測を否定することはなかった。それで僕はいつか本当にソフィーと結婚するのかもしれないと思うようになった。その思いは高校卒業まで続いた。大学出願の時期、僕の第一志望は専攻分野で最高のプログラムを持つ大学だった。ソフィーの両親がそれを知ると、すぐに彼女に夢の大学を諦めるよう圧力をかけ始めた。イーさんと同じ大学に行けば、将来の夫の面倒を見られるじゃないかと、ある夜、食事中にソフィーの父が言った。そうよとペニーおばさんも同調した。二人で支え合うのはいいことだ。じゃあ、結婚式の費用を貯め始めようかしら？と母は冗談を言った。食卓の会話は空想の世界に突入していた。僕はうつむき、顔をあからめ、ソフィーの表情が刻一刻と険しくなっていることに全く気づかなかった。突然、彼女は両手でテーブルを叩き、立ち上がった。私が彼のこと好きじゃないってわからないの？彼女は怒りに声を震わせて叫んだ。彼はどこにでもついてくる、本当にしつこいのよ。少しは自尊心を持ちなさいよ。彼女の爆発に僕はその場に凍りついた。屈辱、羞恥、打ちのめされるような劣等感言葉にできない感情の嵐が押し寄せた。テーブルの下で拳を握りしめ、指の関節は白くなった。ソフィーの顔、彼女の目に隠れもなく映る剣を見つめ、胸が鈍いナイフで何度も何度もえぐられるような思いがした。パシ。ソフィーの父は彼女の方を平手打ちし、僕に謝るよう命じた。なんてデタラメを言うんだ。イーサンさんのことが好きじゃない？
イーサンさんのような方がよくもまあお前のような子を見てくれるものだ。雰囲気は最悪になった。みんなの顔は曇っていた。しかしソフィーは反抗的だった。私はプリンストンに行くからついてこないでよ。彼女は放抗した。その目は僕が犯罪者であるかのように僕をじっと見据えている。愛する人にそんな目で見られるのは肉体的な痛みを伴った。3. 結局、ソフィーはプリンストンには合格できなかった。彼女は僕の大学、ノースウッド大学に来ることになった。夏の間、一度も話すことはなく、再会したのは新入生の寮の引っ越しの日。彼女がスーツケースを引きずって寮の前の広場を横切るのを見かけた時だった。彼女は僕を見ると、一瞬不安げな表情を浮かべた。ペニーおばさんにそっと押されるまで、彼女はしぶしぶ荷物運びを手伝いに来た。こんなクソ大学であなたと一緒になるなんて、彼女は僕にだけ聞こえるようにつぶやいた。これで満足？それは正しく腹を殴られたような衝撃だった。僕は彼女を避け、手の届かないところに移動した。彼女は固まり、手は気まずそうに空中に浮いたままだった。ペニーおばさんはすぐにその場を収め、僕を寮まで送ると申し出た。道中、彼女は謝罪した。イーさん、ソフィーはまだ子供で分かってないの。あの時の発言、本当にごめんね。きちんと話しておくから。僕は歩道をスーツケースを引きずった。ソフィーはとっくにどこかへ行っていた。大丈夫です、ペニーおばさん。もう過去のことです。僕は声を曇らせて言った。もう大人です。子供の頃の冗談はやめましょう。これからはソフィーとは距離を置きます。僕は考えをまとめていた。子供の頃の空想は現実ではない。片思いは強制できるものじゃない。しかしペニーおばさんは僕の腕をつかみ、不満そうな顔をした。距離を置くってどういうこと？あなたとソフィーは幼い頃から一緒で、お互いのことをよく知っているじゃない。あの子はただ自分のためになることが分かっていないのよ。私の心の中では彼女は宣言した。あなただけが私が認める婿なのよ。どう返答すればいいのかわからなかった。ペニーおばさんは昔から僕にとても親切にしてくれた。息子はいないが、かっこいいスニーカーやスポーツ用品を見かけるといつも買ってくれた。母には将来の婿のご機嫌取りだと冗談を言っていた。僕の沈黙を見て、彼女はただ微笑み、僕の肩をポンポンと叩いた。イーさん、同じ大学になったんだから、あの子の性格はわかっているでしょ。ただ面倒を見てやって、辛抱強く接してちょうだい。強い態度より優しさに弱い子なの。僕は吐き気がしそうだった。確かに、ソフィーのことは好きだった。しかし、あれほど残酷に拒絶された後、自尊心を捨ててまで彼女を追いかけることなどできなかった。僕はそっと腕を彼女の手から離した。ここから先は一人で大丈夫です、ペニーおばさん。4. ソフィーは美しく、色白で整った顔立ちをしていた。彼女が新入生の女王様的存在になり、多くの崇拝者を集めるのに時間はかからなかった。そして彼女が望んだ通り、僕は距離を置いた。数ヶ月後、インスタグラムで彼女の投稿を見た。それはある男性と腕を組んだ彼女の写真だった。彼はハンサムで、ソフィーを抱き、カメラに向けて輝くような笑顔を浮かべていた。二人は完璧に見えた。以前は無機質だった彼女のフィードは突然活気づいた。彼氏の誕生日プレゼントは何がいいか相談したり、手をつないだ写真を投稿したり、メッセージのスクリーンショットまで載せたりした。そのメッセージでは、彼は時々機嫌が悪く、ちょっとした口論もあったが、彼女はいつも優雅に、穏やかに対処していた。その時、
僕はソフィーにもそんな柔らかく繊細な側面があるのだと気づいた。本当に好きな人の前では、彼女も辛抱強く、思いやりがあり、寛容になれるのだと。その瞬間、僕の片思いの残り香りもついに消え去った。僕はこの片思いの物語に終止符を打つ時が来たと決心した。そして、楽器も中盤に差し掛かった頃、彼女から突然メッセージが届いた。下にいる。僕が降りていくと、彼女は寮の入り口で苛立って待っていた。彼女はプレゼントボックスを僕の手に押し付けた。母があなたに持ってこいって。受け取り開けてみると、限定版のスニーカーだった。断ろうとしたが、ソフィーはもう去ろうとしていた。そういう作戦なの？そんな小細工をしても、私たちの間には何も起こらないわ。僕は一言も発することができなかった。もう気持ちは片付けた後なのに、それでも彼女に邪魔者扱いされるのは、まだ胸が痛んだ。手にした箱を見下ろし、喉が詰まった。彼女の番号を削除し、スニーカーの代金をペニーおばさんにベンモで送金した。彼女はすぐに電話をかけてきて、ソフィーがまた問題を起こしたのかと聞いた。僕はため息をつき、二人とももう大人なのだから、こうしたことは誤解や彼女の交際に問題を引き起こす可能性があると説明した。ペニーおばさんは数秒沈黙した後、電話を切った。これで終わりだと思った。数日後、寮に戻る途中、見知らぬ男が走り寄ってきて、彼女を奪おうとしていると言いながら、僕の顔を殴りつけてきた。5. 騒動は学生部長室にまで発展した。その時、その男がソフィーの彼氏だと知った。ソフィーは数分後に到着した。男はすぐに彼女に愚痴をこぼし、激高して僕が喧嘩を売ったと非難した。ソフィーは優しい声で彼をなだめたが、目は何度も僕の方に向き、眉を深く刻んだままだった。全部聞いたぞ。男は叫んだ。俺と別れてこいつと付き合おうってんだろ。ソフィーの表情は複雑だった。彼らの会話から事情を組み立てた。ペニーおばさんはソフィーに彼氏がいることを知らなかった。僕の電話の後、彼女は直接ソフィーに電話し、彼氏と別れるよう命じたらしい。どうやらルームメイトがそれを聞き漏らし、話が彼氏の耳に入ったようだ。調べた末、ソフィーが最近プレゼントを渡した相手つまり僕を見つけ出したのだった。結局、ベンモの送金記録を見せ、ソフィーが彼と別れるつもりはないと誓った後、男はしぶしぶ納得し、引き下がった。しかし、彼の僕に対する敵意はまだ強く残っていた。根拠のない攻撃の後、少しでも面目を保とうとしたのか、彼は嫌味な目で僕を一別し、嘲笑った。女に彼氏がいるときは距離を置くってことを学べよ。その時の胸の内は言葉にできないものだった。ソフィーがかばうように彼を甘やかし、愛情込めて囁くのを見て、僕は何も言わなかった。ただ歩み寄り、二人の方を続けて平手で打った。君たちのドラマの駒にされるつもりはない。6. 彼氏が最初に手を出したため、この件は互いの喧嘩として処理され、二人とも厳重注意で済んだ。しかし、ルームメイトは僕とソフィーの経緯を知り、噂話が広まり始めた。イーさん、半年も経つのか。よくソフィーとの関係を秘密にしておけたな。キャンパスの女王様と幼馴染だったのか？じゃあ、高校で猛勉強して同じ大学に入ったって、あの女の子のためって。その子ソフィーだったのか？気まずかった。新入生歓迎パーティーでビールを飲みすぎて、高校時代の勉強の動機を打ち明けてしまったことがあったからだ。あの頃、深夜まで勉強したのは、本当に彼女のような子にふさわしい人間になるためだった。今はもう何もないと説明したが、ルームメイトは信じない様子だった。まるで最も興味深い秘密を発見したように、
僕たちを実写版のラブストーリーのようだと言い合った。2年生の初め、ソフィーとあの男が別れたと聞いた。その午後、マークが部屋に入ってきて、眉毛をくねらせながら言った。美女が下で待ってるぞ。降りていくと驚いたことに、またソフィーだった。人混みの中でも、ソフィーはひときわ目立っていた。彼女が立っていた数分の間に、すでに10数人が振り返っていた。最後に話してから、さらに楽器が一つ過ぎていた。彼女は僕を見ると、複雑な表情を浮かべた。私の番号、ブロックしたの？それが彼女の最初の言葉だった。非難するような口調に、理不尽に腹が立った。用事は？僕は質問を無視し、一歩下がった。僕の警戒心と冷たい態度は、明らかに彼女の心を動揺させた。ソフィーの表情は曇った。しばし沈黙した後、彼女は唇を噛み、少し恨めしそうに言った。あの子と別れたの。僕は固まった。この半年間、僕は見事に彼女を避けてきた。遠くから見かければ道を変え、ルームメイトが会話で彼女の話題を出せば黙り込み、完全な他人であることを印象づけるために最善を尽くしてきた。僕はただ首を振り、これ以上彼女と時間を無駄にしたくないと思った。それはまるで長年憧れてきた人がある日、その周りの光が突然消え去ってしまうようなものだった。ソフィーはもはや僕にとってそれほど素晴らしい存在ではなかった。突然、僕はただ彼女のことが好きではなくなったのだ。彼女は僕の無関心を感じ取り、苛立たしそうに髪をかき上げ、どんどん居心地悪そうに見えた。母が彼があなたを殴ったって知ったの。そのことで何ヶ月も母と喧嘩したわ。母があなたのことが好きなの。私に彼氏がいることずっと面白く思ってなかったのよ。ソフィーは延々と話し続けた。彼女の苦悩について、ペニーおばさんの干渉について。1分ほどで僕はもう聞いていられなくなった。それは僕と何の関係があるの？僕は遮った。ソフィーは唇を結び、僕の目を避けた。声には自信がなかった。母がどんな人か知ってるでしょ。ペニーおばさんと話して、きちんと説明するよ。僕はそこにあと1秒もいたくなかった。きびすを返し、今後は彼女たち家族全体とはっきり線を引くつもりだった。しかし、僕が去っていくとき、ソフィーはまた僕の名前を呼んだ。彼女は躊躇った。イーサン彼女ができたって母に話してくれない？あなたがもう気持ちを切り替えたって思えばお互いのためになるのに。